iPhone 買ったら必要なのはそうケースですよね。ただ iPhone ケースと一口に言っても今本当に様々なケースがある中で、僕が万人にとりあえず何買えばいいと聞かれたらおすすめするのがこちらのケースコーの iPhone ケースのシリーズになります。今回は iPhone17 シリーズの発売に合わせてケースコーさんからご提供いただいた新製品をご紹介していきたいと思います。迷ったらこれでいいよっていうようなケースですね。詳しくお話ししていきたいと思います。そもそも iPhone ケースに皆さんどんな機能を求めますかと言われるとちょっと止まる人が多いと思います。大丈夫です。僕が代弁します。大きく3つあると思っていて、1つは保護性能ですよね。欲しい機能というよりはそもそもこれを求めて iPhone ケースを買っているわけです。iPhone 裸で使っている方も一定数いて、実際かっこいいなと思うんですが、やっぱりね落とすんですよ僕もこの16 Pro 以前と同じケースコーさんのものを使っていましたが、これに救われてきたことがたびたびありました。裸のロマンみたいなものはありつつも、やっぱり実利を重視したいとなるとケースは必須になりますよね。2つ目がマグセーフ対応というポイントです。皆さんマグセーフ使ってますか？ガジェットが好きな方はもちろん使ってる方多いと思うんですが、一般的に割と浸透していない感じがあります。磁石つくんだよね、それは知ってるくらいの感じ。これねめちゃくちゃ便利なので、ぜひマグセーフの充電器とか家に置いておいてほしいです。もう家に帰ってきたらスマホをそこに置くだけ。これで朝起きた時には充電が完了していますし、スタンバイ機能によってちょっとした時計とか情報を表示してくれるディスプレイとしても役に立ってくれます。多分多くの方は机とか、あとはベッドサイドに充電ケーブルを置いといて、寝る直前に挿すみたいな感じだと思うんですが、それに比べてはるかに充電忘れがなくなるんですよね。本当に置くだけなので、もう手間も面倒もないですね。ワイヤレス充電の中でもマグセーフなら 15W 以上に対応していますし、最新のこの iPhone17 Pro とかだと 25W の給電にも対応しています。スピードが必要だから有線で充電するんだというような方も、いよいよマグセーフに移るタイミングが来たかもしれません。そして3つ目の欲しい機能はスタンド機能です。これは一度使い始めるともうね戻れないんですよ。意外とスマホそのものを手に持っている瞬間って、日常生活の中でそんなに多くないんですよね。大抵置いていたりするっていう中で、動画をつけっぱなしにしていたり画面を見続けていたりするタイミングって結構多いと思います。僕の場合は、家事の途中ですね。食器を洗っているタイミングとか、あとはお風呂に入っている時シャワーを浴びながら横に置いていたりだとか、なんなら簡単な作業をパソコンでしている時に横でちょっとバックグラウンドビデオみたいな感じで動画を流しっぱなしにしていることも多いです。そういう時に平置きって不便なんですよね。もうほぼ見えないみたいな感じなので、ちゃんと画面が見える角度で固定してくれる、かつ適切な角度で様々に柔軟に対応できるというのがスタンドが必要な理由になります。今話した保護性能、マグセーフ、スタンド、これら全ての機能をちゃんと持っているケースの中で、僕がもう長年にわたって愛用しているのがこちらのケースコーさんのケースなんですね。今回はなんと3色ご提供いただきました。カラーはクリア、ブラック、ネイビーですね。17 Pro にどう合わせるか難しいポイントではありますね。今回登場しているのはシルバーとオレンジと、ディープネイビーみたいなカラーなので、シルバーは多分このクリアがいいのかなと思いつつ、難しいのはオレンジですね。順当にこのクリアを買うべきなのかもなとか思ったりします。で、僕は17 Pro、シルバーを購入したので、早速このクリアのケースをつけてみようと思います。もうね、装着はこのフィット感は完璧ですね。いつも通り安心感があります。このブラックとネイビーに関してはちょっとマットな触り心地、しっとりとした質感ではあるんですが、クリアはどちらかというと光沢感のある一般的なクリア素材の、マットではないような印象ですね。で、クリア素材だと問題になるのが黄ばみです。実際クリアケース安価なものを買ってしまうと結構もう数ヶ月くらいで黄ばんでしまうんですよね。実際僕が1年間使ってきた16 Pro のクリアケースと比較するとこんな感じ。確かに言われてみれば、ちょっと黄みがかっているようには感じるものの、でもそんな差はないですね。新品と並べてみると気づくんだけど、単体だと全然気づけないくらいの、そのくらいの品質ですね。今気づいたけど結構やっぱ黄ばみを抑えてくれてたんですね。というかどっちかというとそれ以上にマグセーフのこのリングの部分の方が年季が入ってますね。ここまで黄ばみが抑えられているとは気づきませんでした。実際メーカーとしてもですね、この黄ばみの抑制みたいなところは、このマジックスタンドケースの大きな強みの一つとして紹介されています。で、僕17 Pro の
レビュー動画でもちょっと話したんですが、これまでのモデルはできるだけ裸で使いたかったので、ケースがつくこともちょっとね、本当は裸がいいんだけどなみたいな感覚があったんですけど、今回の17 Pro あまりにも僕が本体のデザインが気に入っていないせいで、ケースをつけるとむしろなんかしっくりきた感があります。17 Pro の絶妙なごつさをちゃんとこうごつくしてくれる感じ、リングとかこのケースの輪郭、くり抜きみたいな部分も含めてだいぶ収まりが良くなった感じがしますね。やっぱ17 Pro はクリアケースでもいいと思うのでケース必須ですね。なので正直僕としてはこのケースコーのケースが過去一番ハマっているモデルと言ってもいいんじゃないかなと思います。そしてですね、今ちょっと触れましたが、この真ん中にはマグセーフ対応のリングがついています。今回17 Pro からマグセーフの給電スピードが上がりましたが、それにも対応していてケースをつけたまま 25W での給電が可能です。でこのケースコーのケースをつけることによって磁力より上がるんです。裸でつけるのに比べてもっとガツッと引き寄せられる感覚があります。なので充電においても便利ですし、何かアクセサリーをつけたいという時にも落とすリスクがどんどん減っていきますね。で先ほど話したケースに求めたい機能3つ目のスタンドはちゃんとこのリング部分に備わっています。このリングをガツッと展開するとそれがそのままスタンドになってくれるんですね。この関節の部分も硬いので角度自由に調節して置くことができます。でこれも1年間実際に使ってみたこの16 Pro と比較してこれ全然弱くなってないんですよ、関節が。他のメーカーの展開型のスタンドって数ヶ月するとね結構弱くなっていて、あとこういった小さなパーツって人力で調節するのがなかなか大変だったりもするんですが、ケースコーのものは1年経っても全然劣化してないですね。これは安心感があります。で極めつきはこのスタンドの角度ですね。今縦置きしていますが90度このスタンドごと回転させて横でも固定することができるようになっています。これは本当にいいですよ。それこそさっき言った家事の途中とかで動画を見るときってスマホの画面と自分の距離が離れているのでスマホ横にして全画面で動画を見たいんですよね。そのニーズにもちゃんとこれ単体で応えてくれます。こういったスタンドを別でつけるのではなくても常にケースに備わっているので意識せずよし動画見ようと言ってスタンドをこう展開してそのまま見られるというこのシームレスな動線が圧倒的な魅力なんです。でこれらそれぞれ結構な角度で調節ができます。 iPhone の角度自体はだいたい100度くらいまで調節ができますし、この縦横の回転は360度自由に回せます。いやー非常に便利ですね。そして今回の17 Pro 今までと違うのはカメラの、モジュールの大きさですよね。ケースコーさんのケースはこのカメラ以外の部分はしっかり保護するようなデザインになっています。なのでここが全て露出しているとちょっとこう傷つきやすさが心配だなという方も安心ですと、本当に最強と言ってもいいケースなんですが、個人的にこれだけを使い続けていない理由がちょっとあるんですね。一つはデザイン性です。さっき話した通りで17 Pro になってむしろちょっとごつさが全体的にマッチしている感じもあるんですが、1点だけ気になるんですよ。アップルのロゴの位置がずれたことによってマグセーフのリングとちょっと干渉してるというか、なんか完全にずれてる雰囲気があるんですよね。これはいただけないですね。ケースコーに限らずあらゆる iPhone ケースメーカーが多分今直面してる問題なんですが、これは全然そのケースメーカーのせいではありません。アップルのせいです。リンゴマークここで正解だったのかっていうのは結構疑問ですね。だったらマグセーフのリングの真ん中に置いても良かったんじゃないかっていう、多分これはねアップルの中でも結構議論がされたんじゃないかなと勝手に推測しております。ただこれカラークリアを選んでいるから起こる問題なんですよね。ブラックとかにするとほとんど目立たないので色次第ってところはあるかもしれないですね。そしてもう一つは厚みです。でこれはもう保護性能とトレードオフみたいな側面があるので何とも言えないんですが、結構ね iPhone 分厚くなるんです。これ横から見てみるとそれが顕著なんですが、1週間ぐらい使ってみてからケース外してみるとこんなにスリムだったんだみたいにちょっと驚きます。そのくらいにも厚みがあるので注意は必要です。ただその分保護性能は十分高くてかなり頑丈ですね。背面には何がされても多分絶対に傷つかないんだろうなっていう強さみたいなものを感じます。ということで今回も iPhone17 Pro のもう迷ったらこれと言えるようなケースとしてケースコーのケースをご紹介しました。本当に機能面で言えばこれに勝るものはそうそうないのでぜひぜひ検討してみてほしいなと思います。 Amazon でも販売されているのでお買い求めやすくなっています。詳しくは概要欄の方からご覧ください。ということでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますのでぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上なごみけでした。では。